皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、血の流れない戦い、米中冷戦のその最前線における戦いがどのようなものになっているか見ていきましょう。今回取り上げるその戦いの主題となるのは半導体部門です。アメリカと中国との間におけるこの半導体部門の技術差というものはかなりあります。しかし中国は国家の関わりによってこの半導体産業というものを一気に発展させようとしています。そのためにはスパイというものも活用しますし、中国のそうした不当な競争力を得るやり方というものに対しては、アメリカが待ったを今回かけました。中国ナンバーワンの半導体製造メーカーである SMIC に対して制裁をかけることを発表したのです。今回の動画では、中国の狙いを打ち砕くこうした SMIC への制裁が一体どのような効果をもたらすのか、アメリカの制裁について学んでいきましょう。それではどのようなニュースかご覧ください。アメリカ SMIC を輸出規制リストに。中国半導体産業に打撃。アメリカトランプ政権は18日、対中輸出を規制するエンティティリストに半導体受託メーカーの中国最大手 SMIC など60以上の中国企業を加えた。米中の経済・軍事競争の鍵を握る半導体分野での技術の移転をさらに厳しく規制し、対中圧力を強める狙いだ。エンティティリストは、アメリカから輸出する部品や技術が軍事転用されることを厳格に封じるための枠組み。一定の米国技術を含む製品を別の国から再輸出する場合も対象になり、SMIC と取引する日本企業も対応を迫られる。これまでも通信機器大手ファーウェイなど多くの有力中国企業がリストに入れられている。今回の SMIC の規制では、回路線幅が10ナノメートル以下の高性能半導体を作るのに必要な装置の輸出を禁じる。半導体は回路線幅が細かいほど性能が高く、世界トップ企業の TSMC は5ナノメートル級を手掛ける。記者会見したアメリカ商務省高官は、10ナノ以下を作るにはアメリカの技術が不可欠。それをさせないことが我々のレッドラインだと語った。半導体の製造装置は、日米やオランダの企業が強い。リスト入りに伴い、SMIC はこうした企業の手掛ける製造装置の導入が難しくなり、大きな打撃が見込まれる。アメリカ商務省の高官は、統一的な取り組みを実現するため、同志の国々と緊密に協力すると強調。輸出の規制をめぐって、日本などにも連携を求めていく姿勢を改めて示した。SMIC については、アメリカ国防総省がすでに中国の人民解放軍の影響下にあると認定しており、商務省も今週、一部の製品を SMIC に輸出する際には、事前の許可を必要とするという運用を始めていた。アメリカが今回 SMIC への半導体製造装置などの輸出を禁止すると発表した背景には、中国側の動きがあります。中国 SMIC と政府系ファンド7900億円で半導体新工場、米中対立受け国内の生産能力増強。中国の半導体受託生産最大手 SMIC は4日、中国政府系ファンドと共同出資会社を設立し、北京市内に新工場を建設すると発表した。総投資額は76億ドル、日本円で7900億円。米中対立の長期化に備え、中国国内での生産能力を高める。習近平指導部は2015年に発表したハイテク産業育成策中国製造2025で半導体を重点分野に位置づけ、国内での技術開発や生産を支援している。足元 20% 未満とされる半導体需給率を25年には 70% まで高める目標を掲げている。一方でトランプアメリカ政権は半導体を中国の弱点とみなし、中国の通信機器最大手ファーウェイに対して中国の技術を使った半導体の供給を実質的に規制している。ファーウェイは台湾の TSMC などとの取引ができなくなり、スマートフォン事業に影響が出ている。まず最初に半導体についての話をするときに基礎知識が必要です。それは半導体といえば、例えば CPU であるとか GPU であるとかメモリとか様々な種類があるわけですが、基本的には新しければ新しいほど性能が良くて消費電力なども少ないという特徴があります。また半導体の世界におけるトップ3というのは台湾の TSMC と韓国のサムスン、そしてアメリカのインテル、この3社です。中でも台湾の TSMC は今まさに技術的に先頭に立っており、そこで生み出される CPU というのは Apple の iPhone シリーズやインテルを追撃している AMD などに非常に大きな競争力をもたらしています。これらトップ3に対して中国のナンバーワンメーカーである SMIC は技術的には5年から6年以上の差がありますから、
かなり技術的には劣っています。しかし、中国としてはその劣っていることを前提として、いかにして戦闘集団から技術を盗んで、もしくは人を雇い入れることによって、その技術差というものを大きく埋めようとしてきたわけです。ところがアメリカの行っている今回の制裁の内容というものを見てみると、まさにこうした中国の戦闘集団に追いつこうという目論みをまさに打ち砕かんとする非常に大きな出来事だと言えます。今回の制裁により中国共産党が目指していた中国国内に世界最先端の半導体メーカーを持つという野望は完全に打ち砕かれたと言って良いでしょう。なぜなら、半導体を実際に作るためには、その半導体の製造装置メーカーと協力していかなければなりません。そしてこの半導体製造メーカーやもしくは特許を持っているのは、日本やアメリカ、そしてオランダの企業が非常に強いです。今回の制裁そのものはアメリカからの話として出ているわけですが、記事の中でも指摘されているように、アメリカは同盟国に対して協力を求めていきますから、日本やオランダなどの有力メーカーがこれに従う可能性は非常に高いと思います。ですが、最初の記事を読んだだけでは、今回の制裁というのは、10ナノメートルよりその先の微細化技術についての禁止しているだけでしょというふうに思うでしょう。しかし、そうではありません。というのも、今回の制裁だけではなく、他の制裁もアメリカは SMIC に対してかけているからです。その制裁というのは、SMIC に対して民間企業の皮をかぶっているが、これは軍事企業であるという指定をアメリカはしているからです。軍事企業に指定することが一体何になるかといえば、それは軍事企業に指定するということは、当然のように兵器を作るのに使うんでしょうという前提ですから、アメリカとしては最新の技術が中国の兵器に応用されることは絶対に許されるわけではありません。ですから SMIC に対して何を売るかというのは事前に許可を受けなさいという規制をかけました。この事前申請が必要ですよというワンテンポを置くことによって、SMIC が例えば部品を購入しようと思った時にも、アメリカの企業がたとえ申請を出したとしても、政府側としては、いやいや、もう SMIC は軍事企業なのだから、部品についての調達も許さないというふうにして、申請を却下さえすれば、それこそ SMIC は今持っている半導体工場の稼働そのものにも支障をきたすようになります。なぜならば半導体製造装置は永遠に動き続けるものではありません。必ずメンテナンスやもしくは故障した時に部品交換といったものが必要になるからです。その部品交換が必要になった時にアメリカ側から許可が下りないとなれば、それこそその装置というものが使えなくなるということを意味します。ですから、新規のラインが組み立てることができないというだけではなく、今ある製造ラインについても寿命を迎えてしまい、稼働率が下がり生産台数がどんどん落ちていくということを意味するのです。そしてアメリカの行っているこうした軍事企業に対する制裁措置というものを日本企業にも同様の措置を取れば、中国の半導体工場というのはまさに絶対絶命の危機に陥るわけです。中国メーカーはそうした正規品が手に入れられないようになったら、今度は自分たちでコピー品を作って何とか当てがうでしょうが、その品質というものが決して正規品より勝るということはないでしょう。製品品質についても以前のようなものは出せないでしょうし、ここから先のさらに微細化していくということもかなり困難を伴うはずです。このように制裁をかけることによって SMIC はまさに事業そのものが成り立たなくなっていくのではないかというそれほどの強力な制裁なわけですが、この話を聞いて疑問を持った方もおられるでしょう。SMIC という一つの会社だけを潰したとしても、中国における半導体産業がそれで完全になくなるわけではないと思う方もおられるはずです。もちろんその指摘は全くその通りなのですが、半導体製造について言えば、今回2つ目の記事で紹介したように工場1つを建てるにも莫大なお金がかかります。そして莫大なお金とともに技術者なども必要ですし、そう簡単にある程度の技術力を持った会社というものを立ち上げるということは非常に困難なのです。ですから中国一の半導体製造メーカーになった SMIC を潰すことによって、次に中国共産党が別の会社を作ってもう一回この分野における戦闘集団に追いつこうと思えば、時間もお金も凄まじいロスが発生するのです。その時間とお金の消費している間に欧米メーカーの進歩というものがどんどん進んでいけば、その競争力の差というものは歴然となって結局は追いつけないようになるのです。そして今回の制裁は SM 大使に対する強力な制裁なわけですが、その余波というものは SMIC 以外にも及びます。
それはファーウェイへの影響です。ファーウェイといえばスマートフォンと 5G 通信網におけるシェアというものが非常に大きくなった会社で、まさにアメリカにとっても非常に危険な存在でした。このうちスマートフォン部門について言えば、TSMC からの最新の半導体が入手できないようにするといった規制をすることによって、ファーウェイのスマートフォン部門は窮地に立っています。スマートフォンというのは何といっても高性能な CPU と、そしてバッテリーの持ちというもののトータルバランスが非常に重要視されています。ですから、最新の CPU が入れられないとなれば、当然のようにある程度性能が劣ったものを入れるしかありません。そうなれば商品価値というものは非常に下がってしまい、他のメーカーから見劣りするようになってしまうものです。そのためファーウェイは最新機種についてはもう積極的な販売ができなくなっています。今手元にある半導体ものを使い切ってしまったら、その後は2級品の CPU を載せたスマートフォンしか販売できなくなってしまうからです。そうした影響もあって、現にファーウェイの世界シェアというものは1位から2位へと今後退しています。ファーウェイとしては最新の CPU にはかなわなくてもある程度の性能ものを手に入れることができれば、まだまだスマートフォン事業は続けられていけると考えていたでしょう。しかし、今回の制裁発表により SMIC の半導体製造メーカーとしての未来はほぼ閉ざされていったと良い状況で、このことが同時にファーウェイにとってもスマートフォン部門というものは今後の発展はもう望めないというような連鎖反応を生んでいるのです。ファーウェイへの直接的な制裁と、今回半導体製造メーカーである SMIC への制裁、この2つが揃ったことによって SMIC だけではなくファーウェイにも同時に大きなダメージとなることとなりました。これまでの制裁と今回発表された制裁というものが重なっている限り、今後の流れも同じようにこの両者にとって大きなダメージを与え続け、そのことが当然のように中国の産業界においても同じような悪影響を広げていくことでしょう。また、スマートフォン事業が今後傾いていくということは、ファーウェイにとっては稼ぎ頭を失うこととなります。ファーウェイにとって痛いのは、スマートフォン事業だけではなく 5G 通信網についての問題もあります。5G 通信網に使われる機器局の機器というものは、最新の半導体である必要はありません。なぜならば、スマートフォンのように高性能であることと低い消費電力というこの両立を兼ねる必要がないからです。ある程度技術的には古いものであっても必要十分な性能さえあればいいという考え方で製品というものが成り立つのです。ただし最新の CPU が取り入れることができない以上、ライバルメーカーであるノキアやエリクソンにはそういった制約はありません。ですから、年月が進んでいけば最新の CPU を搭載したノキアやエリクソンの機器というものの性能や低消費電力といった製品としての魅力はファーウェイを上回っていくことは間違いありません。現在ではファーウェイの 5G 通信網における機器というものはノキアやエリクソンよりも安いということが大きな魅力になっているわけですが、その魅力というものも年々剥げ落ちていくことを今回の制裁というのは副次的な効果として生み出すのです。それでは最後にまとめをしておきましょう。半導体というものは私たちの生活を支えているものです。しかしみんなが使っていて、さらにその使用頻度やその使用範囲が広がっていく、そうした分野におけるシェアを拡大していき、それによって世界中から富を中国へと持ち帰ろうというのが中国共産党の目指している世界の姿です。世界から富が集まればそれは中国の国力を高めることになり、中国国民の不満をそらし、中国の軍拡へと転換され、何より中国共産党の支配体制がより強固になることを意味します。アメリカはこうした中国の目的が国家による過剰な産業のテこ入れやスパイなどを活用した不当な競争力を得ていることからも何としても止めようとしているわけです。日本はこうした動きと連携を深め、日米欧の優位というものを守っていく動きをしてほしいものです。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは世界の様々な情勢解説や日本の話などもしています。少し硬い話が多く、動画を見終わった後にスッキリとするといったような内容のものは少ないのですが、その分だけ学びはきっと多いはずです。そして世界や日本の動きというものを知っていけば、日本が今どうすべきか、そして未来の日本にとって何が大事なのかといったことを考えることに非常に役立つと私は考えています。こうした私の考え方に賛同してくれる方はぜひともメンバーに加わってくれると嬉しいです。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。